19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アメリカ合衆国は金融資本、鉄道産業、軍需科学産業という3つの巨大な独占勢力が相互に絡み合い、国家経済を実質的に支配していました。JP モルガンを頂点とする金融資本、コーネリアス・バンダービルトの鉄道帝国、そしてデュポン化が黒色火薬から無塩化薬、さらに合成樹脂へと拡大した科学独占は、単なる富の蓄積にとどまらず、政治システムの隅々にまで浸透したネットワークを形成していました。その背景には、鉄道建設による陸上輸送網の整備、第一次世界大戦を通じた軍需産業の拡大、そして1907年の金融恐慌を契機とした金融システムの再編がありました。これらの動きは、アメリカが帝国としての地位を確立する過程と密接に連動していました。まず、この時代の中心人物であり金融資本の絶対的支配者であったジョン・ピアポント・モルガンについて掘り下げます。モルガンは実業家家庭に生まれ、銀行業からキャリアをスタートさせ、やがてモルガン銀行を中核とする金融帝国を築き上げました。彼の権力の源泉は単なる資本の蓄積にとどまらず、鉄道、鉄鋼、電力、化学などの産業に対する株式保有と社債発行の引き受けを通じた金融的支配にありました。モルガンの権力は、1895年と1907年の2度の金融恐慌を通じて、国家経済に対する直接的な介入という形で顕在化しました。特に、1895年の金融危機では、アメリカの金融システムはイギリスからの借款依存で脆弱化していましたが、モルガンは米国の銀行に6200万ドル相当の国債を引き受けさせ、財務省を支援することで金融市場の崩壊を防ぎました。この国債救済作戦は、モルガンが国家の経済政策に影響力を行使できる存在であることを如実に示しました。続く1907年の恐慌、通称パニック・オブ・19OG では、ニューヨークの主要銀行が次々と破綻する中、モルガンは民間銀行家の連合体、すなわち金融シンジケートを結成し、自らの資金を投入して銀行の資金流動性を回復させました。これにより恐慌の深刻化を阻止し、彼は金融の救世主として神格化されました。この功績は後の連邦準備制度設立の布石となりました。しかし、彼の行動は常に強奪男爵という批判にさらされました。メトロポリタン美術館への寄付やアメリカ赤十字への財政支援といった慈善活動の一方で、彼の独占的金融操作は鉄道産業や鉄鋼業の統合を加速させ、反トラスト運動の標的となったのです。モルガンの金融ネットワークは鉄道産業の再編を通じて拡大しました。1901年には北太平洋鉄道とグレート・ノーザン鉄道の買収において、鉄道王ジェームズ・J. ヒルと提携し、西部の鉄道網を支配下に置きました。この動きは鉄道の過当競争を排除し、運賃の安定化を図る目的がありましたが、結果としてモルガングループによる鉄道独占を強化する結果となりました。また、鉄道会社を傘下に収めるためにノーザンセキュリティーズ社を設立しましたが、セオドア・ルーズベルト大統領の反トラスト訴訟により解体を余儀なくされました。この出来事は政府の反独占政策が強化されつつある兆しを示していました。モルガンの権力は鉄道、鉄鋼、電力などの産業に対する金融的支配を通じて、アメリカ経済の中枢神経系ともいえる存在となり、彼の死後、その金融帝国はモルガン化として歴史に刻まれ、現代に至るアメリカ金融資本主義の原型となりました。次に、鉄道帝国の構築と社会的反発という観点からバンダービルト化に目を向けます。バンダービルト化の祖であるコーネリアス・バンダービルトは、鉄道王の代名詞として知られています。彼の成功は蒸気船事業から始まり、鉄道産業への進出によって確立されました。
バンダービルトは競合他社を買収または破壊することで、東海岸の鉄道網を支配下に置きました。1860年代、彼はニューヨークとシカゴを結ぶ鉄道網を整備し、エリー鉄道との熾烈な競争の末、東部の鉄道網を事実上独占しました。彼は鉄道会社間の競争を排除し、運賃を独占的に設定しました。この結果、農民や小規模事業者からの不満が高まり、1877年の大鉄道ストライキが発生しました。このストライキは連邦政府による鉄道規制の強化を求める声につながったのです。バンダービルトの鉄道独占は、アメリカ経済の国家的統合を加速させた一方で負けの遺産も残しました。クレディ・モビリエ・スキャンダルでは、鉄道会社と政治家の癒着が明るみに出ました。政府は鉄道会社に土地や債権を無償で提供していましたが、その見返りとして議員に贈賄が行われました。このスキャンダルは鉄道産業の汚職と腐敗の象徴とされました。また、バンダービルトの独占的行為は、1887年の州際通商法制定の直接的な契機となり、この法律は鉄道会社の運賃設定やサービスに対する連邦政府の規制権限を初めて明確化しました。バンダービルトはハドソン川での蒸気船事業から始め、競合する蒸気船協会に対し運賃を1セントまで引き下げるという極端な価格破壊を仕掛けました。この戦略により協会加盟企業は次々に倒産し、彼が市場を独占しました。この手法は後に鉄道事業でも繰り返され、エリー鉄道をめぐる株式争奪戦ではダニエル・ドリューや J・グールドといった競争相手と激しい攻防を展開しました。彼は株式の希薄化や賄賂を駆使し、鉄道網を次々と買収、統合しました。1869年にはニューヨーク、セントラル鉄道を支配下に置き、アメリカ東部の鉄道網を事実上独占しました。彼の手法は産業の野蛮な資本主義と批判される一方で、効率的な運営と大規模な資本投入により、アメリカの交通インフラを飛躍的に発展させました。一方、J.P. モルガンは金融の世界から鉄道産業に介入しました。1873年の大恐慌後、多くの鉄道会社が倒産の危機に瀕していました。モルガンはこうした企業を買収し、金融シンジケートを組織して資本を集中させました。このプロセスはモーガナイゼーションと呼ばれ、複数の鉄道会社を統合して運営効率を高め、資本回収率を向上させました。モルガンは単に資本を提供するだけでなく、経営陣の再編や路線の合理化にも積極的に関与し、鉄道産業全体の秩序を再構築しました。さらに、1907年の金融パニックでは、モルガンが主導して銀行家たちを自宅の書斎に集め、合意が得られるまで扉を開けませんでした。この民間による救済活動は金融システムの危機を一時的に回避したが、同時に民間だけでは金融の安定を維持できないという認識を広めました。この経験が、1913年の連邦準備制度成立につながったのです。バンダービルトとモルガンの活動は、アメリカ経済に深刻な影響を与えました。まず資本の集中が進み、小規模な企業が淘汰され、巨大な独占企業が台頭しました。これにより経済の効率性は向上したが、同時に市場の競争が失われ、消費者や労働者への圧力が強まりました。1877年の全国鉄道大飛行は労働者の賃金削減に対する反発が爆発した出来事であり、これが後の労働運動の拡大につながりました。また、鉄道と金融の結びつきは政治権力との癒着を生み、企業資本が政策決定に影響を及ぼすようになりました。これにより反トラスト運動が勢いを増し、1890年のシャーマン反トラスト法制定へとつながりました。2人は直接的な競争関係にはなりませんでしたが、モルガンはバンダービルトの死後、その遺産を引き継ぐ形で鉄道産業の支配を強化しました。モルガンの金融シンジケートは、バンダービルトが築いた鉄道網をさらに統合し、アメリカ全土の交通網を一元管理する体制を構築しました。続いて、
火薬独占から軍需資本への拡大を描くデュポン化について考察します。デュポン化の起源はフランス貴族のピエール・サミュエル・デュポン・ド・ヌムールに遡ります。1802年、アメリカのデラウェア州で、E.I. デュポン・ドゥ・ネムール社を設立したデュポン化は、19世紀を通じて火薬産業の独占を確立しました。南北戦争中、デュポンは北軍に火薬を供給することで軍需産業への足がかりを得ました。戦争終結後も軍需市場の需要を背景に火薬の独占生産体制を維持しました。20世紀初頭、デュポンは無塩火薬の生産技術を確立し、これにより軍需産業におけるデュポンの地位は絶対的なものとなりました。デュポンは第一次世界大戦を通じて軍需資本としての地位を確固たるものにしました。アメリカ軍にダイナマイトや無塩火薬を供給し、莫大な利益を得ました。戦争終結後も民間市場への展開を続け、自動車用タイヤ、塗料、合成樹脂へと事業を多角化しました。1912年、アメリカ政府はデュポンに対して反トラスト法訴訟を起こしましたが、デュポンは法廷闘争を通じて事実上の独占構造を維持しました。これによりデュポンは軍需産業と化学産業の双方にわたる支配力を維持し続けました。デュポン化は1802年の創業以来、火薬市場を支配し続け、19世紀末までにアメリカの火薬生産の 90% を占めました。その独占は軍需産業と深く結びつきました。第一次世界大戦での利益は、デュポンが連合国に火薬を供給し、戦争期間中に利益を5倍以上に拡大したことに表れています。社長のピエール・デュポンは、平時には人類を養い、戦時には敵を殺す、と語り、軍需産業の二重性を露骨に示しました。1912年、デュポンは独占禁止法の適用を逃れるため、表向きは3つの別会社を設立しましたが、これらもデュポン化の支配下にあり、実質的な競争は存在しませんでした。デュポンの独占は火薬価格の高騰を招き、鉱山労働者や軍需工場の労働者は低賃金と危険な労働環境に置かれました。例えば、1915年のデュポン工場爆発事故では、100人以上が死亡しましたが、会社は補償を最小限に抑え、安全対策の強化は行いませんでした。ここで、モルガン、バンダービルト、デュポンの3つの勢力が単に経済的な独占にとどまらず、相互に依存し合うネットワークを形成していた点を強調します。バンダービルトのニューヨーク、セントラル鉄道は鉄道拡張に伴い大量の社債を発行しましたが、その引き受けをモルガン銀行が担当しました。これによりモルガンは鉄道産業に対する間接的な支配権を獲得しました。鉄道は原材料や製品の全国的輸送網を提供し、モルガンの金融ネットワークと結びつくことで、アメリカ経済全体を支配する構造が形成されました。また、モルガンは戦時中に戦時債券の発行を主導し、デュポンの軍需生産を支援する金融パッケージを編成しました。これによりデュポンは軍需産業で利益を最大化できました。1913年の連邦準備法により、アメリカは中央銀行制度を導入し、モルガンはこのシステムと連携して、デュポンのような軍需企業への資金供給システムを構築しました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、独占資本に対する社会的抵抗が強まり、反トラスト運動が展開されました。1890年のシャーマン反トラスト法は独占的行為を規制する目的で制定されましたが、当初は実効性に乏しかったです。モルガン、バンダービルト、デュポンのような巨大資本に対する具体的な制裁措置はほとんど行われませんでした。しかし、1902年のノーザンセキュリティーズ社解体は、モルガンとヒルが鉄道会社を傘下に収めるために設立したホールディングカンパニーが、セオドア・ルーズベルト大統領の反トラスト訴訟により解体を余儀なくされたことを意味します。
これは連邦政府が反独占政策を強化しつつある兆しを示しました。1907年の金融恐慌はアメリカ経済の脆弱性を露呈させました。モルガンの民間主導の救済の限界も明らかになりました。モルガンは民間銀行家の連合体を結成し、銀行システムの崩壊を防ぎましたが、その限界も浮き彫りになりました。政府主導の金融システム再編の必要性が高まり、アメリカは連邦準備制度を設立しました。これにより金融危機に対する政府の介入メカニズムが整備されました。モルガンはこの制度の成立に間接的な影響力を行使しましたが、彼の独占的権力は徐々に制限されていきました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、アメリカは経済的な独占だけでなく帝国主義的な拡大を推進していました。鉄道、鉱山、農業などの分野でアメリカ資本はラテンアメリカ、アジア、アフリカに進出し、経済的支配構造を築きました。社会ダーウィニズムは白人至上主義を背景に植民地支配を文明化の使命として正当化しました。デュポンのような軍需企業は植民地戦争における武器供給を通じて利益を獲得しました。1898年の米西戦争では、アメリカはキューバ、プエルトリコ、フィリピンを占領し、太平洋とカリブ海における軍事的、経済的支配権を獲得しました。これはデュポンの軍需品需要の拡大と、モルガンの金融ネットワークのグローバル展開につながったのです。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、J.P. モルガン、コーネリアス、バンダービルト、デュポン家という3つの巨大勢力が相互に連携し、アメリカ経済を支配した時代でした。モルガンは金融シンジケートを通じてバンダービルトの鉄道独占とデュポンの軍需独占を金融的に支援し、これによりアメリカは経済的帝国としての地位を確立しました。しかし、その独占的構造は反トラスト運動や連邦準備制度の設立を通じて徐々に規制される運命にありました。帝国主義時代の資本主義は、独占、反抗、規制の歴史でした。19世紀後半のアメリカでは、蒸気船から鉄道へと交通網が急速に移行し、その過程でコーネリアス、バンダービルトと J.P. モルガンという2人の巨人が登場しました。彼らはそれぞれ異なる手法で産業を支配し、結果としてアメリカ経済の枢軸を形成しました。バンダービルトの戦略はまずハドソン川での蒸気船事業から始まりました。1810年代、彼は競合する蒸気船協会に対し運賃を1セントまで引き下げるという極端な価格破壊を仕掛けました。この戦略により協会加盟企業は次々に倒産し、バンダービルトは市場を独占しました。この手法は後に鉄道事業でも繰り返され、エリー鉄道をめぐる株式争奪戦ではダニエル・ドリューや J. グールドと激しい攻防を展開しました。彼は株式の希薄化や賄賂を駆使し、鉄道網を次々と買収、統合しました。1869年にはニューヨーク、セントラル鉄道を支配下に置き、アメリカ東部の鉄道網を事実上独占しました。彼の手法は産業の野蛮な資本主義と批判される一方で、効率的な運営と大規模な資本投入により、アメリカの交通インフラを飛躍的に発展させました。一方、J.P. モルガンは金融の世界から鉄道産業に介入しました。1873年の大恐慌後、多くの鉄道会社が倒産の危機に瀕していました。モルガンはこれらの企業を買収し、金融シンジケートを組織して資本を集中させました。このプロセスはモーガナイゼーションと呼ばれ、複数の鉄道会社を統合して運営効率を高め、資本回収率を向上させました。モルガンは単に資本を提供するだけでなく、経営陣の再編や路線の合理化にも積極的に関与し、鉄道産業全体の秩序を再構築しました。さらに、1907年の金融パニックでは、モルガンが主導して銀行家たちを自宅の書斎に集め、合意が得られるまで扉を開けませんでした。
この民間救済は金融システムの危機を一時的に回避したが、民間だけでは金融の安定を維持できないという認識が広まりました。この経験が1913年の連邦準備制度成立につながりました。バンダービルトとモルガンの活動はアメリカ経済に深刻な影響を与えました。まず資本の集中が進み、小規模企業が淘汰され、巨大な独占企業が台頭しました。これにより経済の効率性は向上したが、同時に市場競争が失われ、消費者や労働者への圧力が強まりました。1877年の全国鉄道大飛行は労働者の賃金削減に対する反発が爆発した出来事であり、後の労働運動の拡大につながりました。また、鉄道と金融の結びつきは政治権力との癒着を生み、企業資本が政策決定に影響を及ぼすようになりました。これにより反トラスト運動が勢いを増し、1890年のシャーマン反トラスト法制定へとつながりました。バンダービルトとモルガンは直接的競争関係にはありませんでしたが、モルガンはバンダービルトの死後、その遺産を引き継ぎ鉄道産業の支配を強化しました。モルガンの金融シンジケートはバンダービルトが築いた鉄道網をさらに統合し、アメリカ全土の交通網を一元管理する体制を構築しました。次に、火薬独占から軍需資本への拡大を描くデュポン化について考察します。デュポン化の起源はフランス貴族のピエール・サミュエル・デュポン・ド・ヌムールに遡ります。1802年、アメリカのデラウェア州で、E.I. デュポン・ドゥ・ネムール社を設立したデュポン化は、19世紀を通じて火薬産業の独占を確立しました。南北戦争中、デュポンは北軍に火薬を供給し、軍需産業への足がかりを得ました。戦争終結後も軍需市場の需要を背景に火薬の独占生産体制を維持しました。20世紀初頭、デュポンは無塩火薬の生産技術を確立し、これにより軍需産業におけるデュポンの地位は絶対的となりました。デュポンは第一次世界大戦を通じて軍需資本としての地位を確固たるものにしました。アメリカ軍にダイナマイトや無塩火薬を供給し、莫大な利益を得ました。戦争終結後も民間市場への展開を続け、自動車用タイヤ、塗料、合成樹脂を通じて事業を多角化しました。1912年、アメリカ政府はデュポンに対して反トラスト法訴訟を起こしましたが、デュポンは法廷闘争を通じて事実上の独占構造を維持しました。これによりデュポンは軍需産業と化学産業の双方にわたる支配力を維持し続けました。デュポン化は1802年の創業以来、火薬市場を支配し続け、19世紀末までにアメリカの火薬生産の 90% を占めました。その独占は軍需産業と深く結びつきました。第一次世界大戦での利益は、デュポンが連合国に火薬を供給し、戦争期間中に利益を5倍以上に拡大したことに表れています。社長のピエール・デュポンは、平時には人類を養い、戦時には敵を殺す、と語り、軍需産業の二重性を露骨に示しました。1912年、デュポンは独占禁止法の適用を逃れるため、表向きは3つの別会社を設立しましたが、これらもデュポン化の支配下にあり、実質的な競争は存在しませんでした。デュポンの独占は火薬価格の高騰を招き、鉱山労働者や軍需工場の労働者は低賃金と危険な労働環境に置かれました。例えば、1915年のデュポン工場爆発事故では、100人以上が死亡しましたが、会社は補償を最小限に抑え、安全対策の強化は行いませんでした。ここで、モルガン、バンダービルト、デュポンの3つの勢力が単に経済的独占にとどまらず、相互に依存し合うネットワークを形成していた点を強調します。バンダービルトのニューヨーク、セントラル鉄道は鉄道拡張に伴い大量の社債を発行し、その引き受けをモルガン銀行が担当しました。これによりモルガンは鉄道産業に対する間接的支配権を獲得しました。
鉄道は原材料や製品の全国的輸送網を提供し、モルガンの金融ネットワークと結びつくことで、アメリカ経済全体を支配する構造が形成されました。また、モルガンは戦時中に戦時債券の発行を主導し、デュポンの軍需生産を支援する金融パッケージを編成しました。これによりデュポンは軍需産業で利益を最大化できました。1913年の連邦準備法により、アメリカは中央銀行制度を導入し、モルガンはこのシステムと連携して、デュポンのような軍需企業への資金供給システムを構築しました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、独占資本に対する社会的抵抗が強まり、反トラスト運動が展開されました。1890年のシャーマン反トラスト法は独占的行為を規制する目的で制定されましたが、当初は実効性に乏しかったです。モルガン、バンダービルト、デュポンのような巨大資本に対する具体的制裁はほとんど行われませんでした。しかし、1902年のノーザンセキュリティーズ社会体は、モルガンとヒルが鉄道会社を傘下に収めるために設立したホールディングカンパニーが、セオドア・ルーズベルト大統領の反トラスト訴訟により解体を余儀なくされたことを意味します。これは連邦政府が反独占政策を強化しつつある兆しを示しました。1907年の金融恐慌は米国経済の脆弱性を露呈させました。モルガンの民間主導救済の限界も明らかになりました。モルガンは民間銀行家の連合体を結成し、銀行システムの崩壊を防ぎましたが、その限界も浮き彫りになりました。政府主導の金融システム再編の必要性が高まり、米国は連邦準備制度を設立しました。これにより金融危機に対する政府介入メカニズムが整備されました。モルガンはこの制度の成立に間接的に影響を与えましたが、彼の独占的権力は徐々に制限されていきました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、米国は経済的独占だけでなく帝国主義的拡大も推進しました。鉄道、鉱山、農業などで米国資本はラテンアメリカ、アジア、アフリカに進出し、経済的支配構造を築きました。社会ダーウィニズムは白人至上主義を背景に植民地支配を文明化の使命として正当化しました。デュポンのような軍需企業は植民地戦争における武器供給を通じて利益を得ました。1898年の米西戦争では、米国はキューバ、プエルトリコ、フィリピンを占領し、太平洋とカリブ海における軍事的、経済的支配権を獲得しました。これはデュポンの軍需品需要拡大と、モルガンの金融ネットワークのグローバル展開につながりました。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、J.P. モルガン、コーネリアス、バンダービルト、デュポン家という3つの巨大勢力が相互に連携し、米国経済を支配した時代でした。モルガンは金融シンジケートを通じてバンダービルトの鉄道独占とデュポンの軍需独占を金融的に支援し、これにより米国は経済的帝国としての地位を確立しました。しかし、その独占的構造は反トラスト運動や連邦準備制度の設立を通じて徐々に規制されていく運命にありました。帝国主義時代の資本主義は、まさに独占、反抗、規制の歴史でした。19世紀後半の米国では、蒸気船から鉄道へと交通網が急速に移行し、コーネリアス、バンダービルトと J.P. モルガンという2人の巨人が登場しました。彼らはそれぞれ異なる手法で産業を支配し、結果として米国経済の枢軸を形成しました。バンダービルトの戦略はまずハドソン川での蒸気船事業から始まりました。1810年代、彼は競合する蒸気船協会に対し運賃を1セントまで引き下げるという極端な価格破壊を仕掛けました。この戦略により協会加盟企業は次々に倒産し、バンダービルトは市場を独占しました。この手法は後に鉄道事業でも繰り返され、エリー鉄道をめぐる株式争奪戦ではダニエル・ドリューや J. グールドと激しい攻防を展開しました。
バンダービルトは株式の希薄化や賄賂を駆使し、鉄道網を次々に買収、統合しました。1869、年にはニューヨーク、セントラル鉄道を支配下に置き、米国東部の鉄道網を事実上独占しました。彼の手法は産業の野蛮な資本主義と批判される一方で、効率的な運営と大規模な資本投入により、米国の交通インフラを飛躍的に発展させました。一方、J.P. モルガンは金融の世界から鉄道産業に介入しました。1873、年の大恐慌後、多くの鉄道会社が倒産危機に瀕していました。モルガンはこうした企業を買収し、金融シンジケートを組織して資本を集中させました。このプロセスはモーガナイゼーションと呼ばれ、複数の鉄道会社を統合して運営効率を高め、資本回収率を向上させました。モルガンは単に資本を提供するだけでなく、経営陣の再編や路線の合理化にも積極的に関与し、鉄道産業全体の秩序を再構築しました。さらに、1907、年の金融パニックでは、モルガンが主導して銀行家たちを自宅の書斎に集め、合意が得られるまで扉を閉ざしたままにしました。この民間救済は金融システムの危機を一時的に回避したが、民間だけでは金融安定を維持できないという認識が広まりました。この経験が、1913、年の連邦準備制度成立につながりました。バンダービルトとモルガンの活動は、米国経済に深刻な影響を与えました。まず資本の集中が進み、小規模企業が淘汰され、巨大な独占企業が台頭しました。これにより経済の効率性は向上したが、同時に市場競争が失われ、消費者や労働者への圧力が強まりました。1877、年の全国鉄道大飛行は労働者の賃金削減に対する反発が爆発した出来事であり、後の労働運動の拡大につながりました。また、鉄道と金融の結びつきは政治権力との癒着を生み、企業資本が政策決定に影響を及ぼすようになりました。これにより反トラスト運動が勢いを増し、1890、年のシャーマン反トラスト法制定へとつながりました。バンダービルトとモルガンは直接的競争関係にはありませんでしたが、モルガンはバンダービルトの死後、その遺産を引き継ぎ鉄道産業の支配を強化しました。モルガンの金融シンジケートはバンダービルトが築いた鉄道網をさらに統合し、米国全土の交通網を一元管理する体制を構築しました。最終的に、バンダービルトとモルガンの活動は米国産業資本主義の基盤を築いたと評価できます。彼らはそれぞれの分野で独占的地位を確立し、経済の効率化を進めましたが、その成功は同時に社会的不平等や政治的腐敗を生み、後の規制改革や労働運動の原動力となりました。19世紀後半から20世紀初頭にかけての米国経済は、まさに彼らの手によって形作られたと言えます。1906、年後期、サンフランシスコを震源地とする大地震が市街地を瓦礫と化し、膨大な復興需要を引き起こしました。英国の保険会社は巨額の支払いを余儀なくされ、資金調達のためイングランド銀行に依存しました。イングランド銀行はドル対ポンド為替防衛のため金利を 2.5% 以上引き上げました。高金利政策は大西洋を越えた資本流出を促し、米国経済に収縮圧力をもたらしました。その直後、1907、年秋に同産業の巨頭が経営するニューナークの小型銀行が財務危機に陥り、預金者の不安が取り付け騒ぎとして瞬く間に他の金融機関へ波及しました。これはアンドリュー・ジャクソン大統領時代以来、最も深刻な金融パニックの幕開けでした。10月に入ると、市場はニューナークの金融機関が発行する第2段階、第3段階の信用通貨を速やかに手放す必要があるという恐怖に支配されました。民間部門が発行した通貨や債券は売りに出され、信用度の高い上流金融機関でさえ例外ではありませんでした。全土の預金者が金貨や米国紙幣といった高価値の通貨に交換しようと銀行に殺到し、地方銀行はニューナークの金融機関に支援を求めました。
システム全体が信用の連鎖的不安に揺れました。当時米国には中央銀行が存在しなかったため、金融界は J.P. モーガンという個人に安定化の任を委ねざるを得ませんでした。1907年11月3日の日曜日早朝、モーガンの私室である図書館の真鍮製の扉は開き放たれていました。モーガンはニューナークの主要銀行家たちを集め、扉を閉ざした上で互いの救済計画と資金拠出の具体策を協議させ、合意に至るまで帰宅を許しませんでした。弱体化したトラスト会社を支える新たな資金プールへの参加が確約され、ようやく彼らは自らの機関へ戻りました。この計画は機能したものの、巨額の財務的損失と社会的混乱はすでに生じていました。10月24日、モーガン率いる銀行家プールは株式市場の崩壊を防ぐため、1000万ドルから2500万ドルの資金を呼び出し金利で 10% の利回りで融資しました。株式市場の下落率は 10.8% から 2.1% へと抑えられ、一時的な回復が確認されました。モーガンは影響力と名声を駆使し、他の銀行家が非常委員会の取り組みに参加するよう説得し、危機解決の中心的存在となりました。銀行システムへの信頼回復において、彼が主導する銀行シンジケートの組織化は不可欠な役割を果たしました。しかし、この危機はトラスト会社が決済機関の安全網の外で存続していた事実を露呈させました。ニューナークの銀行家たちは、金融システムが自らの手で管理しきれる規模と複雑性を超えていることに気づきました。モーガンは70年に達し、半引退状態にあったため、国家の安定を一人に依存する危うさが浮き彫りになりました。彼が1913年3月末に死去した際、国民の間には悲しみよりも安堵の念が広がりました。パニックの余波として、救済に関与した銀行家たちは政府が設立し民間銀行システムを救済するため新たに資金を発行できる能力を持つ中央銀行の創設を決断しました。幅広い担保に対して無制限に現金を貸し出すことのできる政府主導の施設が望まれました。J.P. モーガン、ジョン、D. ロックフェラー、ジュニア、ヤコブ、H.シフラ銀行界の有力者は、中央銀行に対する一般市民の不信感を払拭し、世論形成のため教育キャンペーンを開始しました。ハーバード大学の教授は、1907年のパニックがなければ議会の無気力を克服できなかったと指摘しました。この危機的状況は、1913年12月23日にウッドロー、ウィルソン大統領が署名した連邦準備法の成立へとつながり、同年に連邦準備制度が創設されました。1907年の危機でモーガンは国家を救った英雄として称賛され、ウォール街を歩くと群衆から喝采を浴びました。しかし同時に、民主主義国家において一人の男が巨大な権力を握ることへの恐怖も生じました。一部では、彼がパニックを自らの銀行業界における力と影響力を盤石にする機会として利用したとの非難も起きました。モーガンの富と権力の集中、攻撃的な事業展開、金融市場を支配するために影響力を利用した行動は、19世紀の強盗貴族という名声を確立させました。1912年12月、ワシントンD.C. のプ上委員会公聴会に出席し、その権力の集中が調査対象となりました。結果として、1907年のパニックは、危機管理能力が民間銀行家の手から離れ、より体系的な政府介入へと移行する転換点となりました。反トラスト運動と規制フレームワークの形成は、アメリカ産業資本が19世紀末から20世紀初頭に達した巨大さと、それに伴う社会的矛盾が不可逆的な変化を生んだ結果です。鉄道路線の過剰投資や運賃の任意操作、
デュポン下の火薬業界での独占が農民や中小企業に与えた経済的圧迫は、最終的に政府介入を促す社会運動の火種となりました。コーネリアス・バンダービルトが築いた鉄道帝国は、東西海岸間の物流ネットワークを一元化することで運賃を自由に操作する能力を手に入れました。例えば農村地帯の小規模農家が収穫物を市場へ送る際、バンダービルト系鉄道が短距離運賃を長距離より高く設定するという手法で実質的な過剰課税を課すケースがありました。これは単なる企業の利益追求ではなく、競合路線の排除や地域経済のコントロールを目的としたカルテル的戦略でした。この慣行は農民の生存基盤を直接脅かしました。中西部の小麦農家が収穫品をシカゴ市場まで輸送するためには、バンダービルト系鉄道と提携企業以外の選択肢がありませんでした。1890年代の農業価格下落期において運賃の高額化は実質的な課税となり、農地の失権や債務化を加速させました。JP モーガンのモーガンシンジケートは、鉄道企業の債権資金調達を通じて実質的な業界支配権を掌握していました。1907年の金融危機では、モーガン系銀行が都市銀行と国庫の双方に資金を供給し、危機解決の救世主として立ち向かいましたが、このプロセスで露呈したのは民間金融機関が国家金融政策に与える過剰な影響力です。危機当時、国庫の金銭を民間銀行に預ける伸縮性通貨制度の不備が問題となりました。モーガン下は危機を機に中央銀行制度の必要性を主張し、1913年の連邦準備制度設立は民間銀行の自由放任を制限しつつ、政府の金融管理権限を強化する転換点となりました。デュポン下の火薬業界独占は、第一次世界大戦時の軍需産業との融合でさらに強化されました。軍政府との密接な関係により、デュポンは戦時中の火薬生産を独占し、価格を自由に設定できました。これは戦時下の国家利益と企業利益の交錯を象徴すると同時に、平時への移行後も独占構造が残り、反トラスト運動の標的となりました。農民や中小企業の反抗は個々の事件に止まらず、全国的な運動へと発展しました。1890年代のポピュリスト運動が鉄道会社の国有化を掲げたように、経済民主化の要求は政府への規制強化圧力を高めました。1900年代初頭、セオドア・ルーズベルト政権下で始まったトラスト・バスター政策は、こうした社会的不満を吸収する政治的対応でもありました。反トラスト運動の具体的成果としては、1914年のシャーマン反トラスト法やクレイトン法の制定が挙げられます。これらは企業の敵行為や価格操作を禁止し、鉄道業界の運賃透明化や火薬業界の企業分割を求める司法的基盤となりました。同時に FRB の設立は金融危機の再発防止を目的としましたが、実際にはモーガン系銀行の影響力を法制度化する形で行われました。中央集権的通貨管理の必要性と民間資本の利益保護の両軸が新たな規制枠組みの骨子となったのです。反トラスト運動と規制の強化は、米国資本主義の拡大プロセスにおける自己矛盾を解消しようとした試みでした。鉄道路線の独占が地域経済を破壊し、金融資本が国家財政に干渉する構造は、民主的制度の根基を脅かすものと認識されました。1907年の危機と第一次世界大戦の軍需ブームを挟み、各種規制法や FRB の誕生は、経済力と政治力の分離を目指す改革として結実しました。しかし、これらは完結ではなく新たな矛盾の萌芽を伴いました。デュポン下の火薬業界は戦時中にさらに拡大し、戦後も軍需と民需の両方で利益を得る二重構造を維持しました。モーガン下の金融ネットワークも、FRB 制度下で法的裏付けを得、個人企業の権限が制度内部に吸収されました。規制と独占のダイナミクスは、20世紀米国経済史を支配するテーマの一つとして継続されます。1907
年の金融危機は米国経済に深刻な構造的欠陥が潜んでいることを露呈しました。ニューヨークのクニッカー・ボッカー信託会社が倒産し、金本位成果での流動性不足が急速に拡大した中、J.P. モルガンは自らの書斎に主要銀行家を招集し、約2億3500万ドル、当時の価値で約70億ドル相当を緊急融資しました。このモーガン・シンジケートの救済は、一人の金融家が国家の金融安定を左右できる危うさを国民に認識させました。この教訓を踏まえて議会は金融制度の根本的改革に着手しました。1913年12月23日、ウッドロー・ウィルソン大統領が署名した連邦準備法は、米国史上初の恒常的かつ組織的な中央銀行体制、連邦準備制度を法制化しました。法案は全国を12の準備地区に区分し、各地区に連邦準備銀行を設置することを定めました。ニューヨーク、シカゴ、ワシントン、D.C. など主要都市に本部が置かれ、各銀行は地域の民間銀行が株式を保有する反抗的形態をとりましたが、通貨政策の最終決定権はワシントンの連邦準備理事会に集中しました。連邦準備制度が担う3つの革新機能は、通貨供給の安定的管理、金融機関への最後の貸し手としての流動性供給、銀行システム全体の信頼回復と危機対応です。特に割引率制度の導入により、銀行は商業手形や政府債券を担保に必要資金を即座に調達でき、金本位成果で頻発していた季節的資金不足を緩和しました。公開市場操作も制度に組み込み、金利と通貨流を柔軟に調整できる枠組みが整備されました。法案の主要設計者は共和党上院議員ネルソン・ W. オールドリッジと民主党下院議員キャター・ウィリアム・グラスです。オールドリッジは金融危機調査の中心的役割を果たし、金融システムの統合的改革案をまとめ上げました。一方グラスは下院で法案の草案作成を主導し、超党派的合意形成を実現しました。この協調は当時の米政界において稀有な例と評価されます。連邦準備法の成立は、単に金融機関の運営体制を変えたにとどまりません。モルガン、シンジケート、コーネリアス、バンダービルト、デュポンカといった独占的民間資本のネットワークが、国家主導の制度へと押し込められた瞬間でもありました。鉄道独占や火薬、軍需産業の資本集中が反トラスト運動と相まって規制対象となる中、連邦準備制度は金融の公共化の象徴として機能しました。これにより金融危機時の救済は個別の金融家の裁量に委ねられるのではなく、制度的に規定されたプロセスで実施されるようになりました。また、連邦準備制度の創設はアメリカドルが世界的な準備通貨へと台頭する足がかりともなりました。1907年の危機でイギリスの金本位制とロンドン銀行の支配が揺らいだことを受け、米国は自国の金融安定機構を確立し、第一次世界大戦勃発後の欧州資本流入に備えました。1914年11月16日、ニューヨーク連邦準備銀行が稼働を開始し、同年7月に始まった戦争経済の資本流入に対して、市場の過熱と信用リスクを抑制する役割を果たしました。制度設計の欠点も指摘されています。大恐慌では連邦準備銀行が十分な通貨供給を行えなかったとの批判がミルトン・フリードマンらによって提起されましたが、1913年当時の評価は金融システムの構造的脆弱性を制度的に補完した革命的改革と高く評価されました。モルガンの死去、1913年3月31日、ローマと同時に個人資本家が持っていたマネートラストの影響力は急速に衰退し、連邦準備制度は国家と民間の協調の下で金融安定を担う新たな柱として定着しました。1871年、ジョン・
ピアポント、モーガンはウォール街、23、バンチニー、J、P、モーガン、&CO を創設し、後の HOUSE、オブ、モーガンと呼ばれる金融帝国の基盤を築きました。当初から同社は米国鉄道産業の再編と統合に深く関与し、国内金融資本の中心としての地位を確立しました。モーガンは鉄道業界において30社以上の企業を再建、統合する過程でモーガン、シンジケートを結成し、資本調達と経営安定化を主導しました。例えば、ニューイングランド地域の鉄道王として知られたニューヘイブン鉄道のチャールズ・エース・メレンはモーガンの影響下にあり、同社は単一企業として1000を超える地元新聞社に資金提供や株式保有を行い、メディアの統制まで図っていました。この過程で年間約40万ドルが新聞買収に投じられ、ボストン・ヘラルドの社債も50万ドル規模で保有されました。モーガンの影響力は国内にとどまりませんでした。1895年、米国政府が金本位制の崩壊危機に直面した際、モーガンは6500万ドル相当の金を政府に供給し、金本位制の維持に決定的な役割を果たしました。この出来事は、個人の金融化が国家財政にまで影響を及ぼす権力を持つに至った象徴的事例でした。そして、1907年、金融恐慌が勃発すると、モーガンのリーダーシップが再び試されました。この恐慌は信用機関ではなくトラスト会社を中心に発生し、従来のクリアリングハウス制度がこれらの機関を保護できない限界を露呈させました。70年を超えていたモーガンは、ニューヨークの主要銀行家たちを自宅マレーヒルの間に招集し、共同救済策を議論しました。中でもムーア&シュリー社の破産危機を回避するために2500万ドルの緊急資金調達を主導し、モーガン、シンジケートは短期的に市場の流動性回復に貢献しました。この危機は米国金融システムの構造的脆弱性を明らかにし、連邦準備制度設立の必要性が高まりました。モーガンはこの制度の設計過程でも中心的役割を果たしました。1910年11月、ジョセフ・ファーストン、ネルソン・オルドリッジ、ポール・オーバーグらがジョージア州ジャキルアイランドクラブに集まり、連邦準備法の草案を作成しましたが、この施設は J.P. モーガンが所有するリゾートでした。1913年の連邦準備制度法成立に至る過程で HOUSE オブモーガンは法案の企画、草案作成、ロビー活動において主導的立場にありました。これは民間金融資本が公的通貨制度の設計に深く関与した前例のないケースでした。モーガンはこの制度を通じて、公式な統制は受けないまま実質的な影響力を維持する構造を確立しました。そして第一次世界大戦中、HOUSE オブモーガンはイギリスとフランスの主要財政代理人として莫大な利権を得ました。両国は戦費調達のため米国投資家向けに大規模な国債を発行し、モーガン社は唯一の販売代理人に指定されました。さらに戦時物資の購入のため米国内での購入エージェントとしても機能し、資金調達から支出までのプロセスで収益を上げました。モーガン社はイギリスとフランスのために15億ドル以上の融資を調達し、その過程で直接手数料として約3000万ドルを稼ぎました。加えて、調達された資金はモーガンと密接な関係を持つ企業、ゼネラル、エレクトリック、ギュポン、ベスレヘム、スチール、米国製鋼会社、ケネコット、米国精錬精製会社などに軍需契約として還流しました。これによりモーガンは戦時経済を通じて莫大な富を蓄積しました。また、モーガン社は戦時中にイギリス政府から郵便検閲免除の特権を付与され、他社と比べて情報漏洩リスクなく安全に取引できる独占的利点を得ました。
これはモーガンの国際的地位が単なる金融機関を超えて国家間の戦略的パートナーとして認識されていたことを示しています。1914年に連邦準備制度が正式に発足した後もモーガンの影響力は継続しました。特にニューヨーク連邦準備銀行総裁であったベンジャミン・ストロングはモーガンと緊密な関係を維持し、ストロングの通貨政策は事実上モーガン政策と評されました。ストロングは外国政府に直接資金を貸し付けることができず、そのための私的窓口としてモーガン社を活用しました。モーガングループはロンドンのモーガン・グレンフェルを通じてイギリス政府及びイングランド銀行との結びつきも強化しました。第一次世界大戦以前からモーガン社はイギリス財務省とイングランド銀行の財政代理人に指定されており、戦後の復興資金調達でも中心的役割を果たしました。1920年代にはイングランド銀行総裁モンタギュー・ノーマンとベンジャミン・ストロングが金為替本位制を共同で推進し、その協力は実質的に HOUSE of モーガンを中心軸として行われました。ある歴史家はノーマンをモーガンの世界の自然な住人と呼び、モーガンネットワークは国際通貨体制の核であったと評価しました。しかし、莫大な権力は政治的反発も招きました。1912年、議会の銀行通貨委員会公聴会で J.P. モーガン自身が証言し、これはクローニー資本主義とクラブ・ディールに関する初期議論につながりました。公聴会は金融エリート間の陰謀を明らかにしようとしたが、具体的証拠は不十分であり、主に銀行間の共同取引や株式相互保有といった間接的証拠のみが確認されました。1920年代後半までモーガンは共和党政権下で影響力を維持しましたが、1930年代のルーズベルトのニューディール政策期には強い反発に直面しました。特に1933年のグラス・スティーガル法は商業銀行と投資銀行の分離を義務付け、モーガン式の総合金融モデルに致命的打撃を与えました。この法案はモーガンの支配構造を解体しようとする政治的意図が込められ、ロックフェラー、ハリマン、クーン、ローブ勢力との長年の競争構造の中で生まれた結果でした。それでも、HOUSE of モーガンは、1959年、企業史上最大規模の銀行であったガランティ・トラスト・カンパニーを買収し、再浮上の基盤を築きました。これはグローバル金融サービス企業としての持続的成長を象徴する出来事でした。2000年にはチェース・マンハッタン・コーポレーションとの合併により、現在の JP モルガン・チェースが誕生し、モーガンの遺産が現代金融システムに継続されていることを示す決定的事例となりました。このように HOUSE of モーガンは単なる投資銀行にとどまらず、国内の鉄道独占とデュポン中心の火薬産業の統合、軍需産業の主導、国際金融ネットワークの構築、連邦準備制度の設立に至るまで、米国資本主義の革新的駆動力となりました。政治的反発と規制があったにもかかわらず、その影響力は持続し、現代に至るまで米国はもとより世界の金融システムに深い足跡を残しています。1870年代から1910年代にかけて、アメリカの産業構造は少数の巨大資本家によって支配されるようになりました。その中でもコーネリアス・バンダービルト、J.P. モーガン、デュポン家はそれぞれ鉄道、金融、軍需産業において独占体制を築き上げ、経済的不平等が深刻化しました。バンダービルトはニューヨーク、セントラル鉄道をはじめとする鉄道網を統合し、1860年代までにアメリカ東部の鉄道輸送の 40% 以上を支配しました。彼の手法は極めて攻撃的で、バンダービルト戦争では競合他社を買収または破産させるため、
運賃を一時的に暴落させて競争相手を追い込んだ後、再び値上げを行いました。この結果、小規模鉄道会社は次々に吸収され、鉄道市場は事実上独占状態に陥りました。また、法は私が作るという姿勢で、1869年にはニューヨーク州議会にロビー活動を行い、自社に有利な法律を成立させました。これにより競合路線の強制的買収権限を得ました。彼は法が自分の行動を認めないなら自ら法を変えると宣言し、政治権力を操りました。この独占体制は消費者と労働者に重い負担を強いました。例えば、1870年代の小麦輸送料金はバンダービルトの独占後、30% 以上上昇し、農民の収益を圧迫しました。また、鉄道労働者の賃金は、1ドル以下に抑えられ、労働時間は12、16時間に及びました。J.P. モーガンは、1893年の恐慌後に崩壊した鉄道会社を再編、統合する過程で独占体制をさらに強化しました。7. 大鉄道の統合ではペンシルベニア鉄道、ニューヘイブン鉄道などをモーガンの金融シンジケートが買収し、経営権を掌握しました。これにより運賃の統一値上げが行われ、小規模株主は配当を削減されました。1902年、モーガンは鉄道労働組合のストライキを抑えるため賃金を 10% カットし、労働時間を延長しました。これにより、1902年の鉄道ストライキが勃発し、連邦軍が出動する事態に至りました。モーガンの行動は公共の利益を名目に行われましたが、実際には株主と経営陣の利益優先でした。例えば、1901年のノーザンパシフィック鉄道買収では、モーガンは株式の水増しを行い、実質的資産以上の価値をつけて投資家から資金を吸い上げました。デュポン化は、1802年の創業以来火薬市場を支配し続けました。19世紀末までにアメリカの火薬生産の 90% を占め、その独占は軍需産業と深く結びつきました。第一次世界大戦での利益は、デュポンが連合国に火薬を供給し、戦争期間中に利益を5倍以上に拡大したことに表れています。社長のピエール・デュポンは、平時には人類を養い、戦時には敵を殺す、と語り、軍需産業の二重性を露骨に示しました。1912年、デュポンは独占禁止法の適用を逃れるため表向きは、3つの別会社を設立しましたが、これらもデュポン下の支配下にあり、実質的競争は存在しませんでした。デュポンの独占は火薬価格の高騰を招き、鉱山労働者や軍需工場労働者は低賃金と危険な労働環境に置かれました。例えば、1915年のデュポン工場爆発事故では、100人以上が死亡しましたが、会社は補償を最小限に抑え安全対策は強化しませんでした。独占資本の拡大は労働者階級に対する徹底的な搾取を伴いました。鉄道、製鉄、軍需産業では長時間労働、低賃金、危険な職場環境が常態化し、労働者の反乱は軍隊や施設警備隊で鎮圧されました。1877年の大鉄道ストライキはバンダービルトの鉄道独占が引き起こしたもので、鉄道会社は経済不況を理由に賃金を 10% カットし、労働時間を延長しました。これに対しペンシルベニア州の労働者がストライキを開始し、ボルティモア、ピッツバーグ、シカゴへと波及しました。連邦軍が出動し、ピッツバーグでは39人の労働者が死亡し、100両以上の列車が破壊されました。政府はストライキを暴動と位置づけ、武力で抑え込みました。ストライキは敗北し、鉄道会社は賃金カットを維持しました。この事件は米労働運動の転機となり、後の労働組合結成を促しました。アンドリュー・カーネギーのカーネギー製鉄所では、
経営陣が労働組合の破壊を目指しました。ヘンリー・クレイ・フリックはカーネギーの右腕であり、1892年にホームステッド工場の労働者3800人を一斉解雇し、賃金を 20% カットしました。これに対し労働者はストライキを決行し、フリックはピンクトン探偵社を雇い武装警備隊を送り込みました。結果、9人が死亡し、60人以上が負傷しました。ペンシルベニア州知事は州兵を派遣し、ストライキを鎮圧しました。労働組合は崩壊し、賃金カットが強行されました。フリックは後に、労働者は機械と同じだ。必要なら交換すればいい。と語り、資本家の労働観を象徴しました。独占企業は労働組合結成を阻止するため黄色犬契約を導入しました。雇用契約に労働組合加入禁止条項を盛り込み、違反者は即時解雇としました。1908年、連邦最高裁はアドエア対 USA 事件で黄色犬契約を合法と判断しました。これにより組合活動はさらに困難になりました。アメリカ労働総同盟は黄色犬契約撤廃を求めて運動しましたが、裁判所の判決により限定的成功にとどまりました。独占資本は経済だけでなく政治にも深く食い込みました。モーガン、デューポン、ロックフェラーなどの財閥は議会ロビー、裁判所捜査、大統領への圧力を通じて自らに有利な政策を推進しました。1890年、シャーマン・ハントラスト法が制定されましたが、効果は限定的でした。裁判所は公共の利益を名目に一部独占を容認しました。例えばスタンダード・オイルは独占禁止法違反で解体命令を受けましたが、ロックフェラーは子会社を通じて支配を維持しました。US スチールはモーガンの影響下にあり、効率的経営を理由に独占が容認されました。1895年、USA 対 EC ナイト社事件で最高裁は製陶業の独占は秀才商業に影響しないと判断し、連邦政府の規制を退けました。これによりハントラスト法は形骸化し、独占企業は法の抜け穴を利用して支配を続けました。1907年の金融恐慌では、J.P. モーガンが事実上の影の財務大臣として振る舞いました。ニッカーボッカー信託が倒産し、ウォール街にパニックが広がりました。モーガンは自らの資金を投入し、金融機関の連鎖倒産を防ぎました。しかしこの過程で政府に圧力をかけ、セオディやルーズベルト大統領に対して鉄道規制緩和を要求しました。ルーズベルトはこれを受け入れ、モーガンの影響力はさらに強まりました。1913年、この恐慌を教訓に連邦準備制度が設立されましたが、初期理事会にはモーガン関係者が多数含まれました。これにより民間金融資本が国家の金融政策を左右する構造が確立しました。第一次世界大戦後、労働運動の高まりに対する資本家と政府の反撃が始まりました。1919年の鉄鋼ストライキでは、35万の鉄鋼労働者が8時間労働制と賃上げを要求し、ストライキを決行しましたが、政府と経営側はこれをボルシェビキの扇動と非難し、警察と民兵隊で鎮圧しました。ミッチェル・パーマーは1919年から1920年にかけて6000人以上の過激派を逮捕し、3000人以上を強制送還し、社会主義者、無政府主義者、労働組合員を一掃しました。この弾圧により米労働運動は10年以上沈黙を強いられました。独占資本の拡大は金融システム自体を不安定にしました。1907年の恐慌、1929年の大恐慌、そして2008年の金融危機は同じ構造的問題が繰り返されています。1913年の FRB 設立は金融危機再発防止を目的としましたが、
実際には民間金融資本の支配を強化しました。FRB の初期理事会にはモーガン銀行のベンジャミン・ストロングがニューヨーク連銀総裁に就任し、金融政策を事実上支配しました。1929年のウォール街大暴落後、FRB は通貨供給を縮小させ、銀行の連鎖倒産を加速させました。経済学者ミルトン・フリードマンは、FRB の誤った金融政策が大恐慌を深刻化させたと批判しました。1933年、フランクリン・ルーズベルトは金本位制の停止を宣言し、通貨の切り下げを行いました。ニューディール政策は公共事業により失業率を低下させましたが、人種差別により黒人労働者は低賃金に抑えられ、社会保障法から農業労働者と家事労働者が除外されました。1937年の不況により失業率は再び上昇しました。この政策は資本主義の構造的問題を根本的に解決しませんでした。20世紀初頭の独占問題は21世紀のビッグテックに引き継がれています。アマゾンの労働搾取は19世紀の鉄道ストライキと同じ構造を持ちます。FRB の限界は2008年のリーマンショックと同様に金融規制の不備が原因でした。デュポンに代わりロッキード、マーティン、ボーイングが軍需市場を支配しています。独占資本主義は経済成長をもたらした一方で、社会的不平等、労働搾取、民主主義の空洞化を引き起こしました。反トラスト運動や労働運動は一部改善をもたらしましたが、根本的問題は今日まで解決されていません。この歴史は規制と社会的抵抗の重要性を示しています。19世紀後半に米国の鉄道網を支配したコーネリアス・バンダービルトと化学工業で火薬を独占したデュポンカ、そして金融界の巨頭として金融危機を救った J.P. モルガンはいずれも当時の産業構造と規制体制の限界を露呈しました。これらの歴史的事例は21世紀に突入したデジタルプラットフォームや防衛産業の独占構造と驚くほど類似した課題を提示しています。まず鉄道独占がもたらした市場支配は、現代の情報通信技術企業が提供するプラットフォームサービスに通じます。鉄道が物流と人流の根幹を握ったように、検索エンジンやオンラインマーケットプレイスは情報と取引の流れを一手に支配し、価格設定やサービス条件の透明性が問題となります。19世紀に制定されたシャーマン反トラスト法は独占的行為を抑制する初の法的枠組みとして機能し、同様の原則は現在デジタル市場に対する競争法の改正や新たな規制指令に受け継がれています。例えば欧州連合が導入したデジタル市場法は、プラットフォームが自己サービスを不当に優遇することを禁じ、競争環境の維持を図る点で、当時の鉄道規制と同様の公共利益保護を目指しています。次にデュポンカが築いた火薬産業の独占は、軍事、防衛分野における産業連携の前例となりました。火薬が戦争の根幹を支えたように、現代では航空機やミサイルシステムを手掛ける大手防衛企業が国家安全保障と密接に結びつき、ロビー活動や政府調達を通じて市場支配を強化しています。19世紀末に連邦政府がデュポンに対して起訴した事例は、産業独占が公共の安全に与えるリスクを示す先駆的判例であり、現在の防衛産業に対する競争政策や輸出管理規制の根拠となっています。金融面では、J.P. モーガンが1907年の金融危機において民間ネットワークを駆使し信用凍結を食い止めたことが中央銀行制度創設の契機となりました。モーガンの民間救済は政府主導の金融安定化手段が未整備だった時代の救済策として評価されましたが、一方で金融権力の集中が市場公平性を損ねる危険性も指摘されました。この教訓は2008年の金融危機後に実施された政府支援策や現在議論されている金融システム全体のリスク管理枠組みと共通します。
特に金融機関が相互に結びつくことでシステミックリスクが拡大する点は、過去のモーガン・シンジケートと同様に規制当局が大きすぎる銀行の監視を強化する根拠となっています。さらに、19世紀の投機バブルとその崩壊は、現代のテクノロジー投資や暗号資産市場の過熱と比較されます。鉄道株の過剰評価が1873年の大恐慌を招いたように、デジタル企業やブロックチェーン関連資産への過度な資金流入は価格の急騰と急落を引き起こし、市場参加者の信頼を揺るがせます。規制当局がリスクの早期検知と情報開示の徹底を求める姿勢は、過去の金融危機から得られた教訓を反映しています。最後に産業統合と資本集中のメカニズムは、モーガン化から現代のプライベート、エクイティによるレバレッジド、バイアウトへと形を変えています。企業価値の最大化を狙う統合戦略は効率性向上という正当な目的を持つ一方で、競争抑制や労働者保護の観点から規制対象となります。過去の鉄道合併が公共料金の不当な引き上げを招いた事例は、デジタルプラットフォームが利用者データを独占的に活用し、価格やサービス条件を一方的に決定するリスクと重なります。以上のように、19世紀の鉄道、火薬、金融における独占と規制の戦いは、現代のテクノロジー、防衛、金融システムにおける同様の課題への示唆を提供しています。歴史的事例が示すのは、民間支配力と公共利益が対立する局面で、透明性と競争を担保する制度設計が不可欠であるという点です。過去の教訓を踏まえた規制の進化は、単に過去を再現するのではなく、変容し続ける産業構造に柔軟に対応する指針となり得ます。その後、19世紀末から20世紀初頭にかけての米国における金融資本と産業独占の動向を総括すると、鉄道王たちが路線設定と運賃決定権を握り、国家経済に大きな影響を及ぼしたことが明らかです。特に J. ゴールドやバンダービルト家は広範な鉄道網を掌握し莫大な富を蓄積しましたが、結果として社会からの独占批判が高まり、反トラスト法制定へとつながりました。同様にデュポン家が火薬業界で築いた独占的地位は軍需産業と結びつき、第一次世界大戦期に軍需供給の中心となりました。これらの産業独占は資本の集中と市場支配構造を形作り、その後の規制強化の方向性を決定づけました。金融面では、1907年の恐慌において民間金融家 J.P. モルガンが中心となり、主要銀行家を自らの書斎に閉じ込め救済融資の合意を強制しました。この出来事は民間善意だけで金融安定を頼る限界を露呈し、中央銀行による制度的安全網の必要性を広く認識させ、1913年に連邦準備制度が創設される直接的契機となりました。連邦準備制度の発足は、金本位制下において最終的化して概念を導入し、十分な担保がある限り高金利でも無制限に流動性を供給する原則を確立しました。これにより金融危機における流動性不足を緩和する仕組みが整い、米国経済はより弾力的な金融環境で成長し続けました。連邦準備制度発足後、米国は第一次世界大戦への参戦を通じて巨大な経済的利益を得ました。当初は中立を保っていましたが、連合国側に軍需物資や食料を大量輸出し、特にイギリスへの供給が増加したことで、米英間の経済的結びつきが強化されました。戦後の繁栄期、いわゆる豊功の20年代では大量生産と消費文化が拡大し、自動車産業や電気製品産業が急速に発展しました。この時期、金融資本は産業資本と結びつき、企業の合併、買収が活発化し、巨大企業群が形成されました。しかし、1929年の株式市場崩壊とその後の大恐慌は金融システムの脆弱性と過度なレバレッジの危険性を改めて浮き彫りにし、ニューディール政策による金融規制強化と社会保障拡充を促しました。第二次世界大戦後、米国は世界の主要産業、金融中心としての地位を確固たるものにしました。
マーシャルプランによる欧州復興支援やブレトンウッズ体制下でのドルの基軸通貨としての役割は、連邦準備制度が果たす国際的流動性供給機能の重要性を示しました。冷戦期を経てもドルの信任は比較的安定し、米国の経済成長は技術革新と高等教育の拡充で支えられました。近年では情報技術革命とグローバルサプライチェーンの進化が産業構造を再編し、金融資本はより複雑なデリバティブ取引や国際的資本移動の中心となっています。同時に独占禁止法の適用範囲がデジタルプラットフォームへ拡大され、新たな形の市場集中に対する規制議論が活発です。以上の歴史的経緯を踏まえると、米国の資本主義は金融資本と産業独占の相互作用で繰り返し転換点を迎えてきました。1907年の恐慌を契機とする連邦準備制度創設は、民間依存から制度的安全網への転換を象徴し、その後の経済発展において金融の安定性が産業拡張と技術革新の基盤となりました。同時に、独占的市場力に対する反応として反トラスト法や規制枠組みが時代とともに進化し、競争の維持とインセンティブのバランスを図ろうとしてきました。今後も技術的変革とグローバル化が進む中で、金融制度の柔軟性と独占防止の仕組みがどのように調整されていくかが、米国経済の持続的成長の鍵となるでしょう。